皆さんこんにちは。フットボールチャンネルの F ちゃん TV ついに始まりました。第1回目の MC を務めます AKB48 の小島真子です。この番組では J リーグをはじめ世界中のサッカーの情報をフットボールチャンネルと AKB48 でお伝えしていきます。私も初回 MC ということで緊張していますが、もっともっとサッカーに詳しくなっていきたいなと思っています。サッカーファンの皆さん、よろしくお願いします。はい、ここからはゲストコメンテーターの方とともにサッカーを熱く語っていこうと思います。今回のゲストはタレントのジョイさんです。よろしくお願いします。はい、どうもジョイさんです。お願いします。よろしくね、小島ちゃん。お願いします。やっていきましょう。初めましてですよね。はい、いい空気作っていきましょうよ、一緒に。よろしくお願いいたします。可愛いですね。あ、本当ですか？うん。いえありがとうございます。いえいえ。はい。そしてですね、ジョイさんはサッカーがとても好きだと。いや、そりゃそうですよ。もうサッカーのことしか考えてませんから。本当ですか？いや、そうなの。でね、サッカーで女子マネージャーっていうのがいるの知ってます？はい。いや怪しいな。佐藤美希ちゃんっていうね、ホリプロの子がねやってまして、女子マネージャーをで、男子マネージャーっていうのがいないんですよ、J リーガーには。いないんですね。そこを狙っていきたいなと思ってるぐらい、やっぱサッカー愛が強い。じゃあもう結構な。それはそうですよ。僕のツイッターのつぶやきもほとんどがサッカーのことですからぐらい本気なんですよ。なぜ僕が MC じゃないのかとそう思ってるぐらいです。逆になりたいと。いや、なりたいですよ。小島さん相当サッカー好きということでよろしいですか？いや、まあ、好きなんですけど詳しくはないんですよ。あらららら。そんなに。でも好きなんだよね。好きですね。お父さんの影響で見に行ったりはしてたんですけど、はい、そんなにこんな情報の番組に出させていただけるほどの知識がないのでちょっと不安です。でもある程度その J リーグのチームとかは知ってたりします？ここ好きだよっていうチームありますか？そのでも私はやっぱ東京の出身なので、FC 東京。FC 東京ね。F 東ファンということで、じゃあ、はい。特にじゃあ FC 東京の中で好きな選手なんていうの？迷っちゃいますけど、でも私FC 東京じゃないんですけど、はい、好きな選手はいるんですけどFC 東京の選手じゃないのね。東京じゃないんですけど、誰好きなんですか？長友選手に以前お会いしたことがあるんですよ。あ、そうなんだ。お仕事でね。いえ、発見したんですよ、勝手に。あ、その街中で遊んでてとか。いや、海小学校ぐらいの時に海に家族で行ったら、長友選手にばったり会って写真を撮ってもらったことがあって。そうなの？そうなんです。だからちょっと好きなんです。待って、そうなんだ。小学校何歳今18です。18歳で。でも写真撮ってもらったから、やっぱそれ近くで触れ合うとね、ファンになっちゃうっていうのもあるもんね。ちょっと、はい、パパにちょっと。そうか。長友選手がどこのチームにいるかっていうのは知ってますか？インテル。すごい。もうこれ MC の資格ありです。ついに合格出ました僕。今万が一違うチーム出てたらもう正直カメラ止めてくださいってことになってました。よかった。すみませんね。じゃあもう合格ですからもうよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。はい、ではまず最初のコーナーは、週末に行われた J1 の MVP 発表です。今回はですね、ファーストステージ第7節なんですけど、第6節まではこっそりフットボールチャンネルの中で記事内で発表してきたんですけど、皆さんチェックしていただけましたでしょうか？ありがとうございます。第6節までではジュビロ磐田の J 選手が最多の2回 MVP に選出されました。今ちょっとドキッとしちゃった。ジョイ選手って言われたの。私もすごい今一番気をつけてたんですよ。J 選手ね。はい、J 選手。J っていうのはこれまたね、僕もねイギリスの血が入ってるんですよ。実は日本とイギリスのハーフなんですけど、J もねイギリス人なんです。で身長もねほぼ一緒、190。そうなんです。ジョイ。J 一文字違いですごいんだよ。でも J 元イングランド代表にも入ったことがあって、そんなたくさん試合は出てないんだけどもぐらいの選手が今 J リーグでやってるのよ。圧倒的にうまい。すごいんです。ではまずはですね、フットボールチャンネル編集部が選んだ第7節のベストイレブンを見ていきたいと思うんですが、今節はですね、熊本で発生した地震の影響で J1 ではアビスパ福岡対名古屋グランパスとサガン鳥栖対ヴィッセル神戸の2試合が中止になっています。そうだよね、ちょっとね、被災地の人たちのことを考えてというのも
あったと思うんですけども、 ね、でもやっぱこういう選手たちがまた勇気づけていくっていうのもすごく大切なことになってくると思いますので、はい、みんなできることをですね、そうですね、復興に向けて、一日も早くサポーターの皆さんがまたサッカーを楽しめるようになってほしいなと思います、では早速ベスト11を見ていきましょう。はい、2得点の大久保嘉人選手が今季2回目の選出となっています。入るよね、やっぱり大久保選手は。大久保選手本当にうまいもん、圧倒的ですか、見ててもね。しかもやっぱどんどんシュートを打っていくっていうさ、シュートの意識が強いよね。なんか日本人っぽくないプレーヤーだなっていうのは思います。やっぱ我が強いというか、外しても気にしない。やっぱ性格も大事ですね。いや大事だと思う。で結構打って入んないと、だんだんメンタル的に追い込まれてって打てなくなったり入んなくなる選手が多いんだけど、ちゃんと決めてくるっていうね、結果出すよね大久保は。解説がすごいですね好きだからねフロンターレのサッカーも面白いし、やっぱどんどんいいパスっていうのは大久保選手出てきますから。はい、ではこの中から視聴者の皆さんの投票によって選ばれた MVP を発表したいと思います。J1 ファーストステージ第7節 MVP は横浜 F マリノスの中村俊輔選手です。俊輔ですよ。おめでとうございます。俊輔ね、今節大活躍でしたからね、結構アシストしてんじゃない、ね、すごいですね。私だって多分サッカーをあまり詳しくない人でも、名前は必ず知っているというか。まあそうだよね、まあ世界でも活躍してたし、やっぱね、そうサッカー興味ない人でも名前は絶対聞いたことあるっていうか、選手だよね。もう37歳だけども全然衰えず、いやすごいのよ。もうこの今シーズンじゃなくてその1個前の僕試合見に行きまして、レッズ対マリノスを見に行ったんですけども、やっぱもうねボールの持ち方とかも取りづらいところでキープしたりね、やらしいんですよもうプレーがすごいで、おしゃれ、パスもおしゃれだし、見てみたいです。私も。いやもう見に行った方がいい。中村俊輔はもう絶対見に行った方がいい。うわー、必ず。はい、本当に素晴らしい選手。はい。そんなジョイさんも現役の J リーガーからベスト11を選出されたそうで。いやそうなんですよ。させていただきましたよ。はい、僕の好きな11年を選んで。そうなんですね。はい。ちょっと楽しみですね。でもここで発表したいところなんですけど、しましょう。いやダメなんですよ。ダメなんですか。ジョイさんがどの選手を選んだかは、まあフットボールチャンネルの記事として。記事としてね。はい、記事として配信されます。動画には載せないと。載せろよ動画にも。いやもうそれを見たさに皆さん記事見ますから。本当ですか。はい、もちろん。じゃあそこはもう記事の方ね、クリックしてもらえばいいですよね。もちろんです。チェックしていただけたらなと思います。お願いします。はい、以上 J1 ファーストステージ第7節 MVP 発表でした。続いてはワールドサッカートピック。よいしょ。このコーナーでは、フットボールチャンネルが配信した記事の中で珍しいニュースや感動的な出来事など世界中のさまざまなサッカーのエピソードを紹介していきます。こういうのは面白いよね。面白いですね。やっぱもういろんなこと起きますから、もう毎週世界ではね、はい、チンプレー、好プレー、いろいろありますからね。はい、見たいですね。見たいと思います。ではまず最初のニュースは、トルコで奮闘中の細貝選手が乱闘騒ぎに、元インテルフォワードに顔面を叩かれ両者退場。もう名前のインパクトがすごいですよね。本当？はい。細貝叩かれたんだ。叩かれたみたいです。トルコのブルサスポルでプレーしている細貝選手なのですが、ベシクタシ戦の後半アディショナルタイムにクアレスマ選手をファールで止めてしまいます。するとチャンスを潰されたクアレスマ選手は大激怒。細貝選手は顔を叩かれてしまいました。あらららら。細貝のベビーフェイスが叩かれた。そうなの？そうなんですね。で細貝選手はピッチに倒れるんですが、これをきっかけに両チームの選手やスタッフが入り乱れて乱闘騒ぎに発展してしまいました。結局喧嘩両成敗ということで、細貝選手とクアレスマ選手はともに2枚目のイエローカードで退場と。2人とも退場ね。この写真クアレスマ怖いね。表情がもうさ、腕タトゥーまみれのやつが近づいてきてさ、ビンタ放ってきたらめっちゃ怖くない？怖いです。私はもうすいません。そうだよ。もう叩かれても俺本当土下座しちゃうもんね。ごめんなさい、マジごめんなさいクアレスマさんっていう話だよね。すごい、こんなことも起きるんですね。もう後ろで審判もやめろってみたいな感じでやめろって言ってますよね。
大丈夫だよって細貝もね、僕地元一緒で群馬なんですよ、実は。そうなんですね。そうなんです。接点がいっぱい。はい、昔試合したこともあります。実は僕の一つ年下なんですけどね。はい、もう昔から上手な選手で。それすごいですね。そうなんですよ。いいな、いいな、いいな。いいな。そう。叩かれちゃったんだね、細貝ね。そんなこともあり得るんですね。頑張ってるよね、トルコで。また代表入ってほしいんですけどね。そうですね。やっぱ海外チームに行くといろいろなことがありますもんね。そうだね。なんかでも私もなんかサッカーのチンプレー集みたいなのが動画サイトに上がってるじゃないですか。ああいうの見るの好きなんですよ。なんかゴールのチンプレーとかあるね。しかもまたそういうのにさ、流してる音楽がちょっとポップで面白かったですね。そうなんですよ。効果音とかね。好きなんですよね。大丈夫。AKB 内ではああいうのないですね。ビンタとかないですね。なかなかじゃないですね。たまにあるんかいと。ゼロです。みんな仲良しだもんね。みんな仲良しです。はい。では続いてのニュースです。史上最悪高難度のオウンゴールがオセアニアチャンピオンズリーグで誕生。こちらも VTR があります。見てみましょう。もうこっから嘘。いやいやこんなサッカー初心者じゃないですよね、このキーパーもね。すごくない？しかもチャンピオンズリーグでしょ、オセアニアの。すごくレベルの高い。いや、これだからめっちゃレベル高い大会で、そのオセアニアのこの大陸で優勝したチームはクラブワールドカップに出るようなまあ大きな大会ですから。そこ、ほら自分でびっくりしてる。現実が。すごいね。だからこれだけ本当レベルの高いプロでもこういうことが起きてしまうっていう、俺もだからサッカーの面白さだよね。普通じゃありえないじゃん。すごいですね。びっくりです。あの角度から入るってね。ないからね。本当ですよね。そうそう。昔ね、J リーグの南選手もね、とんでもないオウンゴールを決めましたけどね。ゴールキーパーの自分で投げたボールがそのまま入っちゃったっていうのがなかなかすごいのがあったんですよ。見たいですね。それもう検索かけてもらったら見れるんで、なかなか J リーグの歴史に残るオウンゴールでありましたけどもね。はい、このオウンゴールもすごかったね。すごかったですね。さあ、では以上ワールドサッカートピックでした。はい。ジョイさん、はい、早いもので第1回の F ちゃん TV もエンディングのお時間が来ました。本当に早いね。本当に早いですね。楽しい時間が過ぎるのはあっという間っていうね、話よく聞きますけど、本当その通りだね。びっくりしました。また来たいな。ぜひお願いします。びっくりした。うまいんだもん、仕切りが。本当ですか？緊張しちゃって。すごいよね。10代でこんなにできんだね、ちゃんと。いや心強かったです。本当？サッカーの先生みたいな。いや僕はもう本当サッカー好きで語ってるだけですから、小島ちゃんもこんだけ上手に仕切れるんだから、あとはもうサッカーの知識どんどんつけたら、そうですね。サッカーファンももうみんなファンになると思いますよ。小島ちゃんね、頑張って応援してますよ。はい。この番組は毎週配信されますので、ぜひまた遊びに来てください。はい、わかりました。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ではまた来週。Smiling face of the